私の本の表紙の想定に金氏さんの作品がすごくいいのではないかと編集者さんがご提案してくださって、私も一目見てなんて素晴らしいんだと思って、それで表紙に使わせていただいたことをきっかけに、金氏さんが作業なさってるギャラリーみたいなところにその編集者さんと一緒に遊びに行ったことがあって、それが唯一お会いしたことがある時なんですけれども、その時初めてお礼とご挨拶がお伝えできて、すっごく優しい方で、あと対談もしたことがありましたね。面白い話がたくさん聞けて、結構夢中になって話したのを覚えてます。コンビニ人間の話があってから作品を読むようになったんですけど、世界の立ち上げ方というか、その現実の世界との関係がすごくリンクの仕方がすごく絶妙というか、SF 的な要素だったりとかフィクションの要素っていうのも強くあるんだけれども、その現実の素材を使って、フィクション架空の世界を立ち上げてる感じというか、そういうところにすごく共感を持ったというところですね。既存の世界を、想像力であったりとか、ある視点であったりとか、そういうもので、変形させてしまおうっていうようなチャレンジっていうのは、僕も、日頃から、やりたいと思ってることで、そこのなんていうかな、過激さみたいなことは、すごく、僕も理解できるところがあるし、何か表現することだったりとか、何かに視線を、やることであったり、そういう中に含まれている暴力性は、他人の暴力性を告発するだけではなくて、自分自身の中にもあるその暴力性であったりとか、破壊、性だったりとか、そういうことを認めながらというか、そういうふうに制作されている感じがして、そこも僕はすごく共感できるところとしてあります。子供の頃から描くのが、漫画を描くのも、小説を書くのも両方好きで、小学校の頃は必ず、挿絵、自分が書きたかったのは少女小説だったので、登場人物の挿絵の似顔絵を描いたり、中学では油絵をやってない中学だったので、どうしても油絵がやってみたくて、高校でも美術部に入って結構絵を描くのは好きでした。スケッチブックの紙の手触りが好きなんですよね。それでたまに描くんですけれど、怖い絵になっちゃうことが多くて、あんまり人には見せず一人で楽しんで。絵も確実にどういうふうにその人が世界を観察して、しかもそれを観察したことを人に見えるように描くっていうことが基本だと思うんで、そういう意味ですごく、興味深いものだし、村田さんの絵が出てきたことで、その言葉とビジュアルっていう意味でシュリグリーとの親和性も出たというか、そこもすごく面白い点かなと思います。美術の先生がすごい面白い人で大好きで、必ずリンゴ、生物画を描くときに、リンゴ赤だからって赤は使うなんて言って、じっと見てると違う色が見えてくるから、それをそのまま塗るんだっていうふうに言ってくれたことを小説の書き方でもやってたことがあって、デビュー作の授乳はだからものすごい比喩が多い小説になったのは、多分その美術の先生が教えてくれた油絵の描き方で小説を書いちゃったからだと思うんですけれど、つながってる、あんまり離れたものではなくて、自然につながってるものとしてあります。で、大学でも学芸員の資格を取る文学部芸術学科っていう、今はないんですけど謎の学科があってそれで学芸員の資格を取るために、なぜか演劇と美術と、音楽の実技をしないといけなかったんですけれど、やっぱり美術の時間が一番好きでした。その時に描いた絵と、あと顔をテーマに作れって言われたコラージュで、みんなちゃんと顔作ってきたのに一人だけ変なのを作って浮いたという思い出の作品を持ってきてます。
1対1の関係じゃなくて、村田さんと僕だけでもなくて、僕と首里栗だけでもなくて、首里栗と村田さんだけでもない、その、三つどもえになってる状態っていうのが、すごく広がりが生まれるというか、村田さんの世界観を理解しようとするんだけれども、より広がってわけわかんなくなっちゃうというか、そういう効果が、生まれるんじゃないかと。いろんな視点で、村田さんの作品を捉えることの面白さもあるし、その広がりみたいなことは、展覧会で見せれたらなと思っています。首里栗自体も、村田さんの作品にすごく共鳴するところがあるっていうことを言って、従来のその日本っぽさっていうのとまた別の視点の日本っぽさみたいなものを感じるということを言ってたりとか、しかもすごいスピードで首里栗自体も作品にそれを消化してくれたので、出てきた作品というのはすごく面白いものが、今回ならではのものが出てきていると思います。なんか私の本を読んで作品をしかも1月に読んでもうこんなに30点も作ってくださって展示しきれず15点になったっていう話を聞いてすごい驚いてるんですけれど、本当にでも私がなんか書きたかったことの本質みたいなものがもっと見埋まらずに、でもすごくちょっと怖いような感じもあるような絵になっていて、他の15点も見てみたいです、はい、どういう展覧会になるか全く想像つかなかったんですよね。なんか金氏さんの立体があって首里栗さんの絵のコーナーがあってという感じなのかなと思ってたら、全部が混ざり合って言葉も全部何もかもが混ざり合って、なんか不思議なものも全部混ざり合って空間になっていて、でもやっぱり奇妙で、この空間自体がすごく面白かったです。共通する部分もありながら、すれ違ってる部分も当然あって、その文学、首里栗は言葉もビジュアルも両方使いますけれども、文学とビジュアルといろんなものが掛け合わさって、なんかどこでもない場所みたいな感じだったりとか、また新たな、地平みたいなものが生まれているので、そこがすごく面白い、なんていうか予定調和的な、居場所が共通点だけを提示するようなものではなくて、またなんか何とも言えないような、新しい場所が出来上がってるような、そういう感じはします。私は小説は読んでもらった人の中で完成していて、どんな小説でも出された時点では未完成で、読んだ人が完成させてその人のオリジナルになってると思ってるので、ファンといって思ってきてくださる方も結局はクリエイターというか、読むことで何かを完成させてくださったアーティストの方、私は尊敬する方は小説は楽譜で、読書は演奏だとおっしゃってたんですけど、そういう演奏家でありアーティストである方が自分の中で私の作品を完成させてくださって、その作品が好きで、見に来てくださってると思うので、その方も多分アーティストという的な部分がこの空間に引き込まれてきたのかなと思うので、そういうふうにあんまり村田沙耶香っていう人が小説を書いたってことにそんなにこだわらず、その言葉と結局自分の言葉がつながってて、その後ともつながってるっていう、全部つながってるっていう感覚の中で見てくださると嬉しいです。